はい、皆さんこんにちは。映画愛の星へ監督の三木です。今回はですね、愛の星の2作目について、お話ししたいなと思います。1作目は、何度か、YouTube でもね、お話ししているんですが、僕が、全くの映画の勉強とか、動画の撮影とかせずに、映画を、作っています。で、2作目に至ってはですね、2作目どうして2作目を作ったかって言ったら、1作目を作った時に、半年経ってで、その時に瞑想中に大きなクジラが現れて僕に、伝えてきたんですね。クジラの声を取ってほしい、そして、クリスタルボールの音を合わせてほしいというふうに言ってきたんです。クジラの音、鳴き声っていうのは地球の中で一番大きな鳴き声なんですね。だから地球で一番大きな動物の鳴き声でもありますし、地球の音、地球の声っていうところもあるのかなと思ったんです。でそれに対して僕はクリスタルボールの演奏をします。クリスタルボールっていうのは水晶でできた楽器なんですが、その音を奏でていきます。でそれが宇宙の音っていうことをね伝えられて、その地球の音と宇宙の音を合わせてほしい。でその合わせた音を聞くと人は目覚めるっていうふうにね、クジラが教えてくれて、でそこから、映画を作ることになりました。その時はですね、1作目から、映画を作った後、半年経っても僕は映画作りたくないなと思ったんですね。1作目でやっぱり大きな借りをして負債を抱えて映画を作って、でもう自分の中では出し切ったと思って、もう映画を作るのはもう大変だしもういいっていうふうに思ってたんですね。でもそのメッセージ、クジラからのメッセージを受け取って、もうすぐもう即答はできなかったというか、すぐ作ろうというふうにはやっぱりならなくてですね、もう本当に大変でしたし、負債を大きく抱えていて、でそんな状況で、作りたくないっていう感じがあったんですが、でも向き合わざるを得ないことがもういろいろ起きてですね、もうどうしても僕はもう2作目やっぱり作らないといけないんだっていう、もう感覚になって、向き合うことになりました。で、そこで始めたのが、2作目での初めての体験が水中撮影だったんですね。水中で、動画を撮るとか、そういったことはしたことがなくて、写真もそうなんですが、でまず最初にしたことは、ダイビングのライセンスを持っていなかったので、まずそこからかなと思って、で、三重県に僕は住んでいるんですが、その三重県の、海で、実習が2日間ありました。それが、熊野の隣の尾鷲っていうところだったんですが、そこで、2日間続けて、海洋実習があってですね、そしたらそこで、なんと、1頭のイルカが現れてくれて、もう講習会の時もずっと一緒にいてくれて、2日目はもう本当に僕しかいなかったので、もうずっと僕の周りを回ってくれてたりとかして、すごくフレンドリーな、イルカだったんですけど、もう水族館から抜け出てきたのかなっていうぐらいフレンドリーだったんですね。でもう僕の1メーターぐらい前で、逆立ちをしてくれてたりとか、僕はもう海岸をね、もう上がっていくっていう時にもうギリギリまで、もうイルカが泳げるか泳げないかもう水深1メートルぐらいですかね、ギリギリのところまでずっと一緒に来てくれたりとかですね、本当にフレンドリーなイルカでした。どうしてね2日間にわたってイルカが来てくれたのか、イルカとの出会いなんですけど、僕が何かその2作目の映画を通じて水中撮影っていうのをね始めるきっかけになったんですが、その映画を作るということも水中撮影ということも何か海が喜んでくれるというか、イルカが喜んでくれている、何か受け入れてくれている、そんな感じがしました。でそこからですね、水中撮影をすることになったんですが、本当に僕のその2作目との出会いがなかったら、そういったことをやろうとも思っていなかったですし、不思議にその感覚のまま導きのまましていくことで、人が何か開かれていくっていうことがあるんだなと思いました。
自分では意図していないことだったかもわからないですけれど、その導きのまま進んでいくと、魂が喜ぶ何かが待っているとかですね、魂の役割が待っているとか、そういうことっていうのはあるなというふうに思いました。またいろんなところで映画のお話もね、何度かしていきたいなって、思います。2作目の、ちょっとしたエピソードではあったんですが、そのクジラからのメッセージのおかげで2作目の映画を作ることができて、その映画がハリウッドで開催された映画祭で賞をいただくことができたりとかですね、ロシアやオーストラリアの映画祭でノミネートされたりとかですね、ロシアでは本当に大きな会場ですごく大きなスクリーンで上映していただいたりとかですね、何かもう世界がいろんなところで認めていただいてすごく嬉しいなと思います。これも皆さんの応援があってできたことを本当に心から感謝しています。これからもYouTube を見ていただいたりとかですね、いろんなところで応援していただけたら嬉しいなというふうにも思います。思いを届けたくてやっているんですが、それでも皆さんのそういった何か高評価とか登録がすごく励みになります。よかったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。